こんにちは、スタローンです。これ前回使った焚き火台です。デーモン国連閣下の頭ね。耐久性には問題がないだろうみたいなお話をさせていただいたんですけれども、実際に確認してみると、塗装は剥がれています。中を見ると穴を開けるような加工をしていないので、中はね全く問題がないです。ほとんどね傷みらしい傷みがないんですよね。そこを見てもこんな感じ、綺麗なもんです。そしてデーモン国連閣下の方を見てみますけれども、こちらもね中に波板入ってましたので、傷みはねほとんどないですよね。金髪が、黒髪に変わったぐらいですよね。ここも全然問題ないです。金属のね小さな針が焼け飛んでしまって安全になったぐらいです。今日はね前回使ったこの2つのペール缶、これを再利用してまたロケットストーブを作りたいと思います。その時にこれをねこう2つ重ねるような方式にしたいんですよ。こうですよね。でそうすると今まではこの部分をね100均のステーなんかを持ってきてビスでね止めてました。もう無理やりビスで止めてたんですよ。なぜかというと私は早く結果を知りたいんですよね。こういう風なロケットストーブを作ったらちゃんとそれがロケットストーブのように燃えるかっていうね、その実験を毎回繰り返しているので早く結果を知りたいんですよ。こう綺麗にねここを接続するっていうようなことをやっていません。もうあるものでね適当にもうネジ止めでも何でもやって早く燃やしてみたいっていうね、そういう考えが先行してるんですね。なのでもう思いっきりビス止めしてます。無理やりにビス止めしてます。でもそればかりね繰り返すよりももうワンタッチでねカチャンとここにはめられるようなそういうステーみたいなものを作った方がいいんじゃないかというふうに思うようになりました。なので今日はこのペール缶がメインではなくてそのペール缶を接続する接続部品、それをねちょっと作ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。で接続部品なんですけれども100均のねこれくらいのステーがあるじゃないですか。あれを買ってきてこうキュッキュッキュッと曲げると接続するパーツってすぐに作れると思うんですよ。でも一回ねどれくらいな形でどれくらいな寸法で作るとここにちゃんとはめ込むことができるのかっていうね、それをやってみないことにはいきなりねステーを買ってきました。キュッキュッキュッと曲げました。うまくいきませんでした。またそれをね伸ばしてもう一回曲げてみたいな、そういうのを繰り返してるとポキッと折れたりとかしそうじゃないですか。なのでまずはこういった段ボールを使って型紙を取ってねその形をもとにちょっとね作ってみたいと思います。皆さんの家にもたくさんあるであろう Amazon の箱です。とりあえず100均のステーを想定しているのでこんな感じ。今こういうステーあるんですかね。長さ30センチぐらいの、もしかしたらもうないのかな。でこれをねやっぱこうですよね。こういう形にしてダメだな。こういう形にしてまず下に引っ掛ける形ですよね。こういう形でこういう形ですよね。こういう形のものを作りたいと思います。こうやって実際に段ボールを折ってみるとだいたいこれぐらいの寸法なんだなっていうのがね分かるじゃないですか。で私の場合はステーを使いません。多分100均のステーといえども結構硬くてねなかなかこういう風にくねくね曲がらないと思うんですよ。なので針金を使います。これでも結構難しいかもしれないですけどね、とりあえずこれをくねくね曲げてこういう形にしてみたいと思います。
なんか超絶不細工なんですけど、これで一応形になってますよね。こうやってほら、もう大丈夫ということで、これと同じものをね、もう2つぐらい作ろうかなと思います。はい、とりあえずできました。普通こういうのって回を重ねるほど上手になるじゃないですか。これ1回目、これ2回目、3回目、だんだん下手になってます。もうね、握力も全然ないです。まあ大丈夫です。こういうのはね、永遠の試作ですからね、私の場合。じゃあね、ちょっとこれ接続したいんですけど、このペール缶ね、このまま使うとちょっと燃えないので、ここにね、穴を開けます。今回はペール缶2つをね、直接隙間なく、どうしても隙間できるんですけど、ぴったりとね、重ねてしまって、この部分に空間を作らない予定なので、ここにね、オーソドックスな穴開けたいと思います。はい、オーソドックスな穴ですけど、ちょっと小さめですね。ここのね、前回の塗装のが剥がれたあたり、そのあたりを狙って切ったので、ちょっと小さいかなと思うんですけど、まあ大丈夫でしょう。まあなんとかね止まってます。いいんじゃないですかね。それでは早速火入れいきましょう。ここね、一応空気の取り入れ口兼薪の投入口ではあるんですけど、ちょっと小さくてね、これ以上入らないんですよね。そして上から薪を投入しようにも結構危ないじゃないですか。なのでね、この形どうかなとは思いますね。火がついてきましたね。どんどん上から放り込んでみましょうか。はい、今中はこんな感じです。早くも火がついてね、勢いよく燃えています。さすがですね。やっぱりロケットストーブですよね、この燃え方はね。
はい、今ね完全に火が消えました。途中ですね、あそこのねちょっと虫食いだらけになったねボロボロの薪をちょっと選んでね、一束ぐらいもうバサッと掘り込んだんですよ。そうしたらね、あそこ天井なんですけど、天井に火がつくかなっていうぐらい燃えました。過去にね何度かあの辺りまでね炎が行ったことがあるんですけど、これ結構よく燃えましたね。形としてはねごくごくオーソドックスなロケットストーブだと思います。今回やったのは3箇所ですよね。接続部分のパーツを作っただけ、それをつけて、上下にねペール管をつないだっていう、ただそれだけです。なので今回すごくねよく燃えたのはボロボロの薪を投入したからだと思います。ここのね、投入口というか空気の取り入れ口ですよね。ここ今までの中では最も小さい部類じゃないかと思います。ここは小さいからね、空気が入るときに結構音がゴーって聞こえるんですよね。中のね薪が完全に燃え尽きるまで結構ゴーっていう音が聞こえてました。なのでここ結構いい感じの大きさだったのかもしれませんね。この容量に対する空気の取り入れ口の大きさが結構適切だったのかもしれません。そして前回の狙いでもあったこの部分ですよね。デーモン小暮閣下の頭みたいなこの形、これ前回も申し上げましたけれども、なるべく煙突の高さを稼ぎたいということで底面を全部切ってしまうんじゃなくて8等分してねピザみたいにカットして、持ち上げたんですよね。そして持ち上げる時にもまっすぐ持ち上げるんじゃなくてちょっとね内側に寄せるような感じで、なるべく炎が中心に集まりやすいような形にしています。そういうのも相まって結構ね鋭い炎が見えたんじゃないかなと思います。肝心のこの接続部品ですけれども、まだ熱いからちょっと持てないんですけど、ボロボロになることもなく、形は不細工ですけれども何回も使えるような感じではないかと思います。私は針金を一生懸命曲げましたけれども、これ普通に100均でステーを買ってきてキュッキュッと曲げた方が絶対いいです。もしねペール管を上下に2つつなげて焚き火台を作りたいという方は、ぜひねネジ止めして完全に固定するんじゃなくて100均でステーを買ってきてキュッキュッと曲げて簡単にね接続できるようにした方がいいと思います。その方が中のね掃除をしたりね片付けるときにね2つねコンパクトにこうやって収納できるじゃないですか。こういった点もペール管2つを使うっていう時のメリットじゃないかと思います。興味ある方はねぜひ接続部品作ってみてください。はい、それではねまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。